ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、ハリウッドスターのジョニー・デップがサンディエゴコミコンにエベネゼル・スクルージの衣装で登場し、ファンを驚かせたんだけど、そのパフォーマンスの中にドナルド・トランプ大統領の関税に関するジョークをさりげなく織り込んだという話題についてよ。現在、映画のプロモーションツアーが有名人の政治的な発言によってますます頓挫する傾向にある中で、デップのこの何気ない発言は間違った雰囲気を醸成する恐れがあると懸念されているの。ジョニー・デップってパイレーツ・オブ・カリビアンで海賊のジャック・スパローをやっとった人やろ？最近あんまり映画で見かけん気がしとったけど、新作が出ると？しかもトランプ大統領の政策をいじってジョークにしたって、またハリウッドの俳優が余計なこと言って政治に首突っ込んどるんやね。映画の宣伝だけしとけばいいのに、なんでいらんこと言うんやろか。本当にアメリカの俳優は政治の悪口が好きやね。今日はジョニー・デップのコミコンでの驚きのパフォーマンスの詳細、そして俳優の政治的な発言がいかにして映画そのものの宣伝を覆い隠してしまうのかというハリウッドの問題点について徹底的に解説していくよ。映画会社の人は余計なこと言うなって裏でブチギレとるんやろうね。うちニュースでジョニデがコミコンに出たていう表面的なことしか知らんかったけん、その裏でどんな炎上の火種がくすぶっとるんかめちゃくちゃ気になっとったとよ。ハリウッドの俳優の意識高い系発言には物申したいことが山ほどあるけん、ガンガン毒舌でツッコミ入れさせてもらうばい。しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。エンターテインメントウィークリー誌の報道によるとね、デップは23日にサンディエゴにあるガスランプクォーターという場所で開催されたクリスマスをテーマにしたインスタレーションを訪れたの。そこで近日公開予定の新作映画エベネゼル・クリスマスキャロルのプロモーションを行ったんだよ。サンディエゴコミコンのついでにガスランプクォーターっていうおしゃれな街並みのところでクリスマスのイベントみたいなのしとったんやね。で、ジョニではどんな格好で現れたと？普段のかっこいいスーツとか、それとも海賊の格好なんと？それがね、映画の役柄に合わせたものすごい本格的な仮装だったの。老けメイクを施して真っ白な白髪のひげをつけて、頭にはシルクハットをかぶってビクトリア朝風の古い衣装を身につけて登場したんだよ。パイレーツ・オブ・カリビアンのスターである彼は、共演する他の出演者や集まった大勢のファンと交流する際も、その役に完全になりきっていたそうなの。老けメイクに白髪のひげ、シルクハットにビクトリア朝の衣装って完全にクリスマスキャロルに出てくる意地悪なおじいさん、エベネゼル・スクルージの姿やんか。ジャック・スパローがそんなおじいちゃんの格好して練り歩き寄ったと？俳優魂は相変わらず凄まじいばい。ファンからしたらたまらんサプライズやね。観客もその彼の素晴らしいパフォーマンスに対して大きな笑い声で応えていたんだよ。すごく和やかで楽しい雰囲気だったの。でもね、その短いライブパフォーマンスの間、デップはスクルージ役としてインスタレーションを囲む門からクリスマスの飾り紐を突然引きちぎり始めたの。クリスマスの飾り紐を引きちぎる？クリスマスが大嫌いなスクルージらしい意地悪で嫌な行動を見事に演じとるやん。周りの人たちも、おう、スクルージや、で盛り上がったっちゃない？でも、そこからどうやってトランプさんのジョークにつながると？デップはその引きちぎったクリスマスの飾り紐について、これは毒だと断言したのよ。そして子供の手の届かないところに保管してくださいと警告したんだよ。これは毒だってただのクリスマスの飾りなのにむちゃくちゃな言いがかりやん。寸劇が面白くなってきた場合。それに対して別の出演者がその装飾はクリスマスの喜びを届けるためのものだったと説明したの。そうしたら、デップは自分の所有地に置かれたものは全て自分のものだと強引に主張し始めたの。周りの役者さんもちゃんとジョニでのお芝居に合わせてあげとるんやね。さすがプロ対。あれは私の所有地にある。つまり私が所有しているということだとデップは語ったの。そして続けて、そしてそこにそれが立っていることに対して税金を払っている。誰もがそういうものを払わなければならないからだ。門にまで関税をかけるようなものだと発言したんだよ。出た場合、門にまで関税をかけるようなものだ。外国からの輸入品に関税をかけるぞって主張しとるトランプ大統領の政策をスクルージの嫌味なセリフに混ぜて皮肉ったわけやね。うまく考えたつもりかもしれんけど、それ聞いて笑う観客もおれば、なんでここで政治の話するん？でドン引きする観客もおるやろ。まさにその通りで、デップのこの何気ない発言は間違った雰囲気を醸成する恐れがあると指摘されているのよ。
実は、ジョニー・デップは、ハリウッドの多くの俳優とは異なって、自身の政治的信条を、公のイメージの重要な要素とはしていないの。普段は、あまり政治的なアピールを大々的にはしないんだけど、時折、トランプ氏を個人的に批判する発言をしているんだよ。へえ、普段は、意識高い系の俳優みたいに、ペラペラ喋らんのに、たまに我慢できずに、ポロッと毒を吐いてしまうんやね。でも、普段言わん人が急に言うけん、余計に目立って炎上するんやないの？過去にもなんかやらかしとると？実は、過去に、ものすごく、大きな騒動を起こしているの。特に注目すべきなのは、2017年に開催された、グラストンベリーフェスティバルでの出来事だよ。その時、デップは、集まった大勢の聴衆に向かって、突然、俳優が大統領を暗殺したのは、いつが最後だったか？と問いかけたんだよ。はぁ？大統領暗殺？それって、昔のアメリカのリンカーン大統領が、俳優のジョン・ウィルクス・ブースに暗殺された歴史的な事件のことをネタにして、今のトランプ大統領も、俳優に暗殺されたらいいのに、みたいな意味合いで言うたんやろ？それはブラックジョークを通り越しとるばい。完全に一線を越えた、アウトな発言やん。そうなんだよ。彼自身も発言した直後にまずいと思ったのか、すぐに、その発言を撤回して、はっきりさせておきたいのですが、私は俳優ではありません。私は、嘘をつくことで、生計を立てていますと、付け加えて、なんとかごまかそうとしたのよ。いやいや、全然言い訳になっとらんばい。自分は、俳優じゃなくて、嘘つきだからセーフとか、意味不明な理屈で煙に巻こうとしとるやん。そんな苦しい言い訳で、大統領暗殺のジョークが許されるわけないやろ。当然のことながら、デップは、この発言で、激しい批判に直面したの。そして、翌日、彼は、正式に、謝罪の声明を発表することになったんだよ。ほら見ろ。やっぱり大炎上して謝る羽目になっとるやん。なんて謝ったんと？昨夜、トランプ大統領について、不適切な冗談を言ってしまい、申し訳ありませんでしたと、デップは綴ったの。彼は、さらに、意図した通りには伝わらず、悪意は全くありませんでした。ただみんなを笑わせようとしただけで、誰かを傷つけるつもりはありませんでしたと説明したんだよ。ただ笑わせようとしただけで、政治の対立が激しくてピリピリしとるアメリカで、現職の大統領の命に関わるような物騒な冗談言って、素直に笑いが取れるわけないやん。ちょっとジョニで、世間の空気が読めてなさすぎるばい。スターすぎて、周りがチヤホヤするけん、何言っても許されると勘違いしとったんやない？そういうやばい過去があるからこそ、今回の関税ジョークも映画会社からしたらヒヤヒヤもんやろうね。そうなの。というのも、ここで今回の彼の政治的ジョークがどれほど映画会社にとって致命的なダメージを与えかねないのか、そしてこの新作映画がどれほど重要なものなのかという確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。今回の新作映画、エベネゼル、クリスマスキャロルは、ジョニー・デップの俳優人生において、ものすごく大きな意味を持つ作品なの。なぜなら、デップが元妻のアンバー・ハードとの大々的に報道された法廷闘争以来、アメリカの大手スタジオ作品で初めて主演を務める作品となるからなんだよ。あの世界中で話題になった泥沼の裁判ね。日本でもニュースで毎日やりよった場合、お互いの私生活の恥ずかしい部分を暴露しまくって、どっちもどっちみたいな感じになっとったやつやろ？あの裁判のせいで、ジョニでは、パイレーツ・オブ・カリビアンとか、ファンタスティック・ビーストみたいなハリウッドの大作映画から完全に干されとったんやね。裁判の経緯を簡単に説明するとね、2022年にバージニア州の陪審は、元妻のアンバー・ハードが2018年にワシントンポスト紙へ寄稿した文章で、デップを中傷したと認定したの。その後、ハードが判決を不服として控訴するなどの動きがあった後、最終的に両俳優は和解に至ったんだよ。いろいろとドロドロの争いがあったけど、なんとか和解という形で決着がついて、ようやく大手スタジオの主演映画に復帰できたんやね。ファンにとっては本当に待ちに待った奇跡の復活作体。その肝心の復帰作であるエベネゼル・クリスマスキャロルってどんな映画になっとると？この映画は X やパールといったホラーやスリラー作品で高い評価を受けているディウェストという監督がメガホンを取っているの。チャールズ・ディケンズの1843年の有名な古典小説をゴシック調に再解釈した作品と評されているんだよ。
ゴシック調ってことは、ただのハートフルなクリスマスの話じゃなくて、ちょっと薄暗くて不気味な、ダークファンタジーみたいな雰囲気になっとるんやね。それなら、ちょっと不気味で、癖のある役が、得意なジョニでの得意分野やん。他にも、有名な俳優さんは出とると？キャストも本当に信じられないくらい豪華なの。アンドレア・ライズ・ボロー、トラメル・ティルマン、イアン・マッケラン、ルパート・グリント、デイジー・リドリー、サム・クラフリン、チャーリー・マーフィー、アーサー・コンティ、そしてエリー・バンバーも出演しているんだよ。ちょっと待って。イアン・マッケランって、ロード・オブ・ザ・リングの魔法使いガンダルフやろ？それに、ハリー・ポッターの論役で、おなじみのルパート・グリントに、スター・ウォーズの主人公霊役のデイジー・リドリーまで出とると。超大作のメインキャストが勢揃いしとる、とんでもない超豪華キャストの大作映画やん。これは映画会社からしても絶対に失敗で金敗。だからこそ映画を制作しているパラマウントの幹部たちは頭を抱えているのよ。ジョニー・デップがトランプ大統領の関税政策を痛烈に批判していたのか、それとも単に観客の笑いを誘おうとしただけの軽いジョークだったのかは解釈の余地があると言われているよ。でも、いずれにせよ、パラマウントの幹部たちは、彼に、二度と、このような行動をとってほしくないと、思っているはずだと、記事では厳しく指摘されているの。そりゃ相対。何百億円もかけて、これだけの超豪華スターを集めて作った映画の宣伝プロモーションで、主役のおじさんが、政治の悪口言って、ネットで大炎上したら、映画そのもののイメージが、完全に台無しになるやん。ただでさえ、泥沼裁判のマイナスイメージから、やっとの思いで復帰できたのに、また、自分の口の軽さで首を絞めるようなことしてどうすると。実は、今、ハリウッドでは、俳優の不用意な発言が映画そのものをダメにしてしまうケースが相次いでいて、深刻な問題になっているの。今年公開された、スーパーガールやマスターズ・オブ・ザ・ユニバース、そして、オデッセイといった映画はいずれも主演俳優たちの社会批評が本来宣伝すべき作品そのものを覆い隠してしまう恐れがあった映画の例として挙げられているんだよ。ああ。俳優がインタビューとかで今の社会は間違っとるとか、この映画は現代の00問題に対するアンチテーゼだみたいな意識高い系の発言をしてファンをドン引きさせるパターンね。ニュースでもよく見る場合。映画のストーリーや面白さよりも、あの俳優がまた変な政治的発言しよるぞってことばっかりが SNS で話題になって肝心の映画の宣伝にならんとよね。最終的な興行収入は俳優が何を言おうがいまいが、いずれにせよ変わらなかったかもしれないという見方もあるよ。しかし、多くの映画ファンは11月にチケットを購入するかどうかを決める際に、関税問題や他の有名人の政治的意見を念頭に置きたくないだろうと言われているの。当たり前ばい。映画館に高いチケット代払って映画見に行くときって、現実の嫌なニュースとか、難しい政治の対立とかを全部忘れて、純粋にファンタジーの世界を楽しみたいからお金払うんよ。なんで、わざわざポップコーン食べながら、トランプ大統領の関税の話とか、過去の大統領暗殺ジョークの不快感を思い出さなきゃいかんと。ここで、今回のジョニー・デップの発言や、ハリウッド俳優が、プロモーションの場で、政治的な発言をすることについて、ネットユーザーたちが、どんな反応を示しているのか、いくつか紹介するね。みんな絶対呆れとるばい。どんなコメントがあるんと？ネットユーザーからのリアルな反応を見てみるとね、ジョニー・デップの復帰は、ファンとして本当に嬉しいけど、わざわざ、コミコンという楽しい場で、政治の話をしないでほしかった。純粋にキャラクターを楽しみたいのに、一気に冷める。ハリウッドの俳優はどうしてこうも自分の政治思想をひけらかしたがるのか。宣伝の場と個人の意見は完全に分けるべきだ。スーパーガールの時もそうだったけど、主演が社会批判を始めると、その映画への期待値が一気に下がるんだよね。2017年の謝罪から何も学んでいないのか。映画会社の宣伝担当者も裏でヒヤヒヤだろうね、といったように、映画と政治を切り離してほしいという映画ファンからの非常に厳しい意見が多く見られるの。やっぱりね。視聴者は俳優の表面的なジョークに騙されんよ。私生活のトラブルを乗り越えて、やっと大作映画に主演できたんやから、黙って真面目に宣伝しとけ、って誰もが心の中で突っ込んどるばい。ジョニでも、もういい歳なんやから、自分の不用意な発言で、周りのスタッフや豪華な共演者に、迷惑かけんように、プロとして、しっかり空気読んでほしいね。本当にそうだね。映画、エベネゼル、クリスマスキャロルが素晴らしい作品であることをファンは心から期待しているからこそ、俳優の個人的な政治的発言で、その作品の魅力が覆い隠されてしまうのは、とてももったいないことだよね。
ジョニー・デップの演技力は誰もが認める最高のものだから、これからは余計なジョークではなく、スクリーンの中の素晴らしいパフォーマンスだけで私たちを驚かせてほしいところだよ。そもそも、ハリウッドの役者さんたちって、なんであんなに政治に口出したがると？自分たちは影響力があるスターや剣、一言言えば社会を変えられるって本気で勘違いしとるんやろか。でも、映画を見る一般のお客さんからしたら、あんたたちは演技のプロなんやけん、政治のプロみたいな顔して偉そうに語らんでよって思うばい。それはアメリカのエンターテインメント業界特有の文化もあるのかもしれないね。自分の政治的な意見や信念を持つことが尊重される社会だからこそ、公の場でつい発言してしまうことが多いんだと思う。でも、今回の記事が厳しく指摘しているように、映画のプロモーションという作品を売るための場でそれをしてしまうと、本来の目的から外れてしまって、映画を大爆死させてしまうリスクが非常に高いのよ。スポンサーや映画会社からしたら、何十億、何百億って莫大な投資をしとる巨大なビジネスなんやからね。主演俳優の不用意な一言でファンが離れてチケットが売れんくなったら目も当てられんばい。パラマウントの幹部が頭抱えとるのも納得たい。それにトランプ大統領の関税政策っていうのもアメリカ国内で賛否が大きく分かれている非常にデリケートな政治課題だからね。それを門にまで関税をかけるようなものだとジョークのネタにすることはトランプ氏を支持している一部の観客を強く不快にさせる可能性が十分にあるのよ。相対。政治的な話は誰かが笑えば誰かが怒るようにできとるんやから。みんなが幸せな気持ちで楽しめるはずのクリスマス映画の宣伝には一番ふさわしくない話題ばい。ジョニー・デップには自分が演じるスクルージみたいにしっかりと心を入れ替えて映画が公開されるまでおとなしくしといてほしいもんやね。ということで今日はジョニー・デップのコミコンでの関税ジョークとハリウッド俳優の政治的発言が映画にもたらす危機という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。